ようございます。緊張してきた。今日に会いに行きます。前の開封動画入ってた抽選券でお冬で当たりました。夢のような、なかなかない幸運に恵まれて、最初で最後かもしれない。アヒョに会いで、今近鉄の火の鳥に乗っております。マグロ2度目の登場いくら？牛肉しぐれに近鉄乗る前の駅構内にあるタコ夢さんで買いました。全然まだアヒョンに話したいこと決まってません。イベント自体一回文句言ったよ。今日24日なんだけど18日に詳しい住所が送られて、1週間切って急にメールで具体的な住所送られて、もう一瞬当選したのが夢かのような。早めに教えてほしいよね。で、今回イベント荷物持っていけないんで、多分スマホも禁止されるんで、なんか話したいこと忘れないように手に全部書いてアヒョンに会いに行こうかなと。私が当たったのはなんだっけ、ミート&グリーティング。全然サインとかもらえないやつで、ただお話しするだけの枠で当たりました。一人一人がさ、1対1で話せるんだっけ？そう、1対1。でね、アヒョン中国語話せるから、自分も中国語話せるから、多分そっちの方が翻訳する人、通訳する人通さなくて時間短縮になるんじゃないかなと思うんで、中国語で話します。食べスポットがございます。食べス見に行くかな？違う。後で。でもトイレも行きたいし、どうなって見に行きたくない？やっぱ考え似てきたね。こだわってるところのトイレは一見の価値ある。私より彼氏の方がすごい楽しんでます。火の鳥がだいぶ気に入った様子。簡単に今日のスケジュール言いますと、まず今から名古屋駅に行って、そこから公開してる時にはイベント終わってるから言うんだけど、中部国際空港の近くにある愛知国際展示場みたいなところでイベントやります。で、そこからまた名古屋駅に戻って近くの名古屋パルコまで行って、ベビモンのポップアップやってるので、そこ行って帰りたいと思います。大阪ないんだよ、ポップアップ今回。だから名古屋で今日確か最終日だから、行けたら行きたいと思います。はい、近づいてまいりました。録画入った。ブンブンハロー YouTube。おはようございます。こんにちは。こんばんは。チャンネル乗っ取られた。注文しました。キャラメルフラペチーノのホワイトモカシロップに変更でエクストラソースのトール。スタバあんま知らんかった時注文だと思ったよね。呪文というかプロンプトみたいな。コーヒー生成のプロンプト。プログラマーやめて。じゃあ話していい？どうぞ。まずね、アヒョンはめっちゃ可愛かった。どんな感じだった？猫耳ついてた？格好は本当に私緊張してあんま覚えてないんだけど、お団子だった。前髪ありで白い服だったので、メイクめっちゃピンク系だから雰囲気すごいピンクだったの。可愛いと思って。で、本当に体感10秒だったの。流れ作業っぽい感じ？本当にそう。説明しますね。列ここあったとて、こう入るとするじゃん。荷物預けてね。本当に何も持ってっちゃダメで。で、入るじゃん。ここ区切りあったの。中見えないよ。だから作業的にはこうやって出てくるのね。ここで荷物受け取って。荷物預けた後に入ります。入ったらまずアヒョンより周り4、5人ぐらい大人いたの。スーツで。それまずびっくりしちゃって。注意事項としては、アヒョンここいて、アヒョンの前にテーブルあって、テーブルのここに赤いバツがあったの。ここで立って話してくださいって言われた。で、私行ったの。こんにちはとか挨拶してる時に、後ろからスタッフさん来て、すいませんちょっと下がってください。まず言われたの。それでタイムロスあって、すいませんって言って、本当にちょっとだけ。この靴の面積って言ったら完全にそのバツ折ってんの。ちょっとずれただけで多分言われて、
まあ、タイムロスして中国語で話しましょうって言ったの。私アヒョンに「はじめましてマイです」って「マヨンにって呼んでください」って言ったの。そしたらもう後ろから「時間です」ってこうやって話ね。まだ話してて気づかなかったの。まず急にこうやってきて「時間です」ってすごい引っ張られて「あーすいません」って言ってアヒョンにもちゃんとこうバイバイって言えなかったからアヒョンの方が「あーすいませんバイバイ」みたいな感じで終わりだった。気づいたらもう外で「あれ終わった?」みたいな感じだった。なんかちょっと詐欺を感じた人気のアイドルだから時間ないの分かるよ。分かるけどせめて20秒はあると思ってた。なんかそのタイムロスにさせたスタッフが悪くね。そう思った。それでちょっと怒りがあった。そのテーブルとその赤いバツも距離あったのね。だから多分ちょっと私気持ちで前に行ったかもしれないけど本当に後ろから急に「あすいません」みたいな感じで「すいませんここに立ってください」って言われて本当にちょっとしか下がんなかったの。でそっから話し始めて5秒ぐらいで「もうはい時間です」って言われて「あバイバイ」みたいな。なんかミート&グリーティングよりサインの方が多分もっと時間あると思う。書いてる間があるからね。しかももし自分の名前がさめっちゃ長かったらめっちゃ時間稼げる。多分それはしてあると思うんだけど次はサインを応募してみようかなって思った。当たればね。であと1個私後悔したことあって私2枚あったじゃん抽選券。とりあえず1個だけ1枚のやつ応募しようと思って当たったじゃん。でもう1枚残ってでも他のやつはサインのやつは2枚で応募しなきゃいけないってなったじゃん。でも実はその1枚でもう1回同じのを申し込めた。でもしそれが同じミート&グリート2回当たったらその分時間長くなるっていうシステムらしい。そんなん書いてあった？書いてあったならしょうがないけど。いや応募する時は全然そういうこと知らんくて応募しても消化されないかもしれませんみたいなのが書いてあった。だからじゃあこれ1枚限定かなと思ってた勝手に。まあ私の先入観が悪いかもしれないけど例えばこう2枚で2回応募して2回とも当選しました。じゃあ私の10秒はかける2になって20秒になるかもしれない。そうなってる人がいた？いないかもしれないけどアヒョのそのスペースに入る前にスタッフさんのね QR コード読み取りますって言われてで読み取ってもらったん。そしたら1枚ですよねって言われた。じゃあ1枚以外の選択肢あるかもしれないって思った。だからあくまで私の推測だけど実はこう何回も応募して当選して時間延ばせたかもしれない。あんまライブとか行かないから分かんないけどそういうもんなんかね。そう初めてのあれだから全然分かんなくてって感じ。なんか感情いっぱいでもすごいアヒョンのことは見れたから満足っちゃ満足。だって私入ってアヒョンずっと見て口はついていけてないけどずっと目は見てたから全然まあいっかって感じ。なんかなもったいないね。ね思った。しかもなんか応募するそのイベントもさちょっと説明ちょっとなんか先っぽかった。あった。ご希望のメンバーと1対1でトークを楽しむイベントとなっております。なんか先入観でさ結構喋れるかなって思うじゃん。200人だっけ？200人。まあもし1人10秒だとしたら2000秒計算しちゃおう。30分しかないわけ？アヒョンの30分はいっぱいの応募の中で200人。なんか全然アヒョン悪くないけど運営のちょっと闇を感じた。怖いと思ってアヒョンしか見てなかったら分かんないんだけどちゃんとこうカウントしてたんかなっていう。なんかねまあボディーガードいるのは仕方ないと思うけどはい感想でしたそれだけ聞くとやっぱ俺はちょっとあんま満足いかないだよね。なんか私入る前にちょっと緊張もあってみんなどんな感じなんかなと思って前の入ってく人がその後出てくるのをずっと見てたの。でもみんな表情そんなめっちゃ変化あるわけではなくて楽しめてんのかなとはちょっと思った。まあそれだけいいアーティストなんだろうな。あと思ったんがさあんまみんなその SNS で言わないからさ情報足りない。もうここで全部情報を出す。参考にしてくれたらいいな。まあ日本のイベントだから韓国ではちょっと違うかもしれないけど、
まず韓国撮影いいしね。他人に依頼して自分がこう登壇した時にアイドルとのツーショット撮ってくれるかもみたいな。日本いろいろ厳しすぎるのもまあ仕方ないけど。先駆者がやらかしたおかげだよね。そうなの？だって日本いっぱい事例あるじゃん。握手したら毒盛られてたとか、知ってる事例はそれしかないけど、なんか他にもいろいろありそう。普通にいいアイドルがさ、それでトラウマ抱えてたらやりたくないよな、もうアイドル。うん、なのでちょっと応募考えている人は期待しすぎない方がいいね。俺もし推しのアイドルがいたら、これ知ってますか？一緒にやりましょう。せーの、2、2000、終わりです、終わりです。まだ終わって。なんか質問しとけばよかったな。あと私そのアヒョンに話したいことを手紙として一応書いたじゃん。結局その中の4分の1しか言えなかった。まあいつかね、また機会あったら。商品としての人間と会うってことはそういうことなんだろうね。声可愛かった？うん、一瞬戸惑ってた、アヒョン。日本でのイベントだから日本語を喋ると思ってて、こんにちはって最初言われた。で私が中国語話してくださいって言ったの。そしたらみたいな反応あった。多分想像だけどさ、時間感覚で言うと流れるプールにこう漂って監視員見る時間と同じくらいなんかなって思う。合ってるよそのパターン、ガチで短かった。ゆっくりと思いつつ意外と早いあの流れに沿って誰かと話そうとすると待ってってなっちゃっておしまいみたいな。アヒョンも戸惑ってた私が引っ張られたのでみたいな感じでバイバイみたいな感じだった。まあ仕方ないな。ポップアップ来ました。多分ローラとパリタと朝が来たんかな、サイン書いて。エイサー、リタ、ローラちゃん、かわいい、ルカ、キャニー、アヒョン。これから回りたいと思います。おー、すごい、なんかサインが。本当だ。これ買いたいです、フォトカード。カメラ、このおもちゃみたいなカメラがすごい流行ってるよね。中にメンバーの写真とか入ってる。そうなんだ。これはなんだろう、フォトカードなんかな。めっちゃ綺麗。ライティングとか切り取られた感がある。つながってんのかな。行きましょう。一覧見よう。これ買いたいです。モザイク。あとこれは確か日本のイラストレーターかな。アーティストとのコラボで出たグッズ。アパレルみんなの好みなんだけど、私はアパレル惹かれないんだよね。このロゴいいんだよね。ウィグップに見えるけど。これ尻尾？思ったより硬かった。毛が 80% あると思ったら 10% ぐらいしかない。これじゃん？欲しいやつ。じゃあはい。何個取るの？4枚買うから2枚選んで。もう1枚。もう1枚。さっきのやつ良かったんだけど。実はアヒョン逃してたりして。アヒョンが出てほしいね。やっぱりね、推しだから。これが4月に行ったライブの DVD と音源 CD。アヒョンとローラ？こっち撮っちゃったってこと？朝のサインがありました。いいなポスター。アクスタもあるよ。ビーゴーアップのビジュアルだ。ここにあった。かわいい。これじゃん、さっきのポストカードセット。実はつながっててみたいな。1500円。アヒョンかわいい。一応もらっとこう。緑バージョンの多分ファンクラブ入会チケット。これ謎に 2D 化されてちょっと私的には残念だな。なんか AKB 味がある。モンスティーズローラだよ、大好き。買ったこれをさ、しまえますよってね。名古屋限定だった。あとこれは東京でもう3人が行ったアヒョンピック。
これみんなのイラストかな、見た感じ。かな。うんバラ綺麗。あ、朝持って、せっかくなら。ここよく開くなと思った。俺も合わせたい。ちっちゃいですよあー、ちっちゃい。あ、部屋版こういう見せ方おもろいね。あとこれベーモンハウスの同じ部屋になった2人のあステッカあ、俺このロゴすごい立体感があって好き。この、ー後ろでしょ。うあ、確かにないや、ここだけ立体。ん、一瞬ボコってなってるのかなって思ったら違った。じゃあこちらを見てくださいな。やばいね、でかい。通りすがりのスマホケース、ファンクラブ限定プリティ、よくわかんない、何書いてるのかわかんないってことでチェックイン、あった OK。 これ可愛いよ。このキャラ可愛いと思った。これでもなんか俺シンプルな絵が好きだから。ね、このアーティストそもそも知らんから。00ヒーロー、まあそういうのもありました。ではでは履いていきましょう。はい。ローラ頑張って最近ハングル勉強してるの。ちょっと読めたけど、これなんだっけな。ハムサハムニだ。わた読めなかった。残念。じゃあお会計に行ってきます。いきます。今日一日お付き合いいただきありがとうございます。開封します。2枚早く。ポップアップ終わって根本屋総本家の味噌煮込みうどんに食べに行って、今帰りの火の鳥に乗ってます。あ、ひょんだ。なんかそのビジョン前も見なかった。ね。揺れる電車で。次。疲れすぎて眠い。ちゃんとカメラにも見えないようにしてね。毎回先般な彼氏。せーのと。赤点はカメラのライトです。ピカーと次だ。で後ろがさ綺麗、めっちゃデザインがすごい好みです。ってことで大阪着くまで寝たいと思います。お疲れ様。本当に足も痛いし脳も働かないしまた後でカードケースにちゃんと入れようね。ね。また一人取り残されることもなく。言わないもん。ちゃんと入れたから朝。一応 TikTok 撮ったんで興味あったら見てください。チャンネル登録高評価いいね。大事。